皆さんお元気ですか？ゴーゴーリターンズです。前にコメントでヘリテージの方のバイク紹介をしてほしいというコメントをいただいてましたんで、なんでここでやるかってちょっとわからないですけど、ハイウェイオアシスでヘリテージのバイク紹介をしていきたいと思います。そんなにめちゃくちゃカスタムをしてるわけではないので説明するとこもそんなないんですけど、一つ一つ紹介していきたいと思います。ハーレーダビッドソンの FLSTC2010 年モデルのヘリテージクラシックです。12、3年経ってるバイクになります。で、購入したのが去年の2月なんで、まだ1年と2ヶ月ぐらいか。1年は経ちましたね。はい、1年と2ヶ月ぐらい。この前に、インスタグラムの方ではね、紹介してるんですけど、20年前に、同じ方、ヘリテージクラシックを、35歳ぐらいかな、5、6歳の時に買って、それをちょっと乗ってたんですけども、すぐに手放してしまったというね、20年ぶりにこのバイクを購入したっていうことでございます。で、買った時の、走行がね、1407キロだったんですけど、1年ちょっとで、今何キロかな、1年ちょっとで、13,917キロになっておりますんで、ざっと12,000キロぐらいは走ったバイクです。で、あら、横にトラック来ちゃったな。その1407キロで購入したんですけど、その時の価格がね、150万ぐらいやったと思います。高いのか安いのかちょっと分からなかったけど、バイク屋さん行ったらもうその時にこれやなっていうのがね、いろいろ探してたんですけど、結局バイク屋さん行った時にこれがもうパッと目に入って綺麗し、1407キロだしいいんじゃないかっていうことで、もうほぼ即決で結局見に行って、実車を見に行ってすぐにこれっていう風に決めて、即買った感じかな。もう契約しときますって言って、衝動買いに近いですけど、昔乗ってたんでね、どんなバイクかっていうのも知ってたので購入に至りました。もう即買いましたね。もう欲しくて。じゃあちょっとパーツはねそんなにないんですけど、一応どんな風にしてるかっていうのを紹介してほしいっていうことなんで、順番に行ってみましょう。前から行くとね、このバイザーか一番なんか目立つというか、このライトのバイザーがこう3つね、全部イーグルのなんかロゴのやつですけど、あとウインカーもあって、後ろのウインカーもこうやってこのまつげみたいなね、つけまつげみたいなタイプのバイザーをつけてるんです。これは実は20年前に乗ってた時のハーレーにつけてたバイザーをそのまま長いこと20年間なんか段ボールの中に入ってたやつがあって、ちゃんと置いといてよかったなみたいな感じで、それをつけてます。20年経ってるけどピカピカであってよかったなって思って、このなんかまつげのタイプがすごく好きで、なんかセクシーというかね、そんな感じでつけてます。で、ウインカーのこのホワイトレンズも同じで20年前につけてたやつをそのままつけてます。そしてこれね、レンズフィルムかなんていうか、このパッシングランプのこの青いレンズ、これもねヤフオクとかで買ったりいろいろしたんですけど、今は車用のレンズフィルムを自分で貼ってつけてます。だからちょっとね、実際の本物っていうかな、そういうのよりはちょっと色が薄めですけど、あんまり暗いのつけるとね、写真に撮るとなんかもうライトが真っ黒けになったりするんで、これちょっと薄いですけど綺麗な青で写真が撮れるっていうことで、今はこれ気に入ってつけてます。ちゃんとライトもつくんでね、ちゃんとこんな感じで、ちょっとだからつけた時に水色みたいなちょっとライト薄いですけど、一応ちゃんとライトもつくというね。前はこんな感じですよ。あとあれか、シールドにこれも20年前も同じことしてるんですけど、ここに車用の屋外用のなんていうかな、カッティングシートを貼ってます。これでなんかキュッとなんか引き締まるというかね、20年前もこうやってました。ちょっとなんかポリス風っていうかね、そういうのも好きなんで、なんかまたトラック来たな。そういうのも好きなんで、ポリス風の感じで一応自分で貼ってこれつけてます。こんなアマゾンで簡単に売ってるんで、それをこうもう形に切って貼ってるだけです。
別にこの辺何も外さずに。これはハワイのホノルルポリスのステッカーちょっと貼ってみたりね。これはハワイのねホノルル警察がやってるショップがあるんですよ。 T シャツとかね、こういうステッカーとかいろいろパーカーとかいろいろ売ってて面白いとこがあって、そこで買ってきました。こっちのステッカーはこれ自作っていうか、作ってもらったんやけど、別に深い意味ありません。ただ55歳でリターンしたっていうだけのことです。ちょっとトラックにね囲まれちゃったんで移動してきました。こんなとこまで紹介して意味があるのかちょっとわからないですけど、一応これねポーチ、これポーチちょっとちっちゃめですけどね、純正のやつ欲しかったんですけど、秒のついたやつがもうなくて、なんか売り切れにちょうどその頃ねなってたんで、アメリカのアマゾンで見つけました。これ50ドルぐらいやったと思うんで、6000円ぐらいかな、6000円か7000円ぐらいで多分買ったと思います。でもこれ結構ね気に入ってます。でその横に、スマホホルダー、これね、クワッドロック使ってます。取り外しワンタッチでいけますんで、取り付けもこれ結構便利です。であとこれか、これやね、ここだけなんかピカピカに全部、本当はメッキにねこの辺全部したいんですけど、今とりあえずこれだけしてなんかもういいかなみたいな感じで落ち着いてますけど、スイッチカバーあるいは、純正のやつでつけてます。あとこれは何やったかな、これはヤフオクかな、ヤフオクかなんかで見つけたんでつけてます。あとこれが、USB のポートは、デイトナ、これも最初ついてなくて二輪館かな、二輪館かどっかで、あったやつとりあえずつけました。でもこれも縦型で、なんかあまり邪魔にもならず、これでずっと使ってます。で次がエンジンガード、エンジンガードねこれ珍しくついてなかったんで、このヘリテージは、結構ねつけてる人多いんですけど、これはついてなかったんで納車の時につけました。カップホルダーは Amazon 適当にこれも適当やけど、なんかメッキのがいいなと思ってこれつけてますけど、これ結構ねカパカパなんで、ジュースが入ってるといいんやけど、空になったらペットボトル飛んでいっちゃうんでね、あんまり良くないなということであんまり使ってないですけどね。でその下にハイウェイペグ、これも Amazon で買いました。はい、7000円ぐらいやったと思いますけど、はい、一応足置きね、これがあるのとないのとでは全然違うんで、一応つけてます。でその次にリアシートは、リアシートと CC バーはノーマルでついてるんですけど、それはもうね最初つけてましたけど取っちゃいました。なんかスタイル的にねない方がかっこいいなという、それだけの理由で、スタイルこんな感じ、ない方がなんかかっこいいなっていう、それだけです。それだけで撮って、家にありますからつけようと思えばまたねつけれますし、今は撮ってます。でこのリアフェンダービブっていうのかな、このカバーみたいなやつね、これはもうなんかこの辺のフェンダー自体が傷いったら嫌やなっていうことで、一応これねカバーとしてつけてます。秒のついたやつとかもありますけどね、これはもうシンプルに安いやつを Amazon で買ってます。ここに一応ガーディアンベルをつけてます。これはね多分ハワイで買ってきたやつ、最初につけてたんですけど、このもっとね下の方につけてたら吸って削れてもうベルの形しないぐらい削れちゃったんで、これ新しくハワイで買ってきました。ちょっといかつめというかスカルのね入ったやつで、ベルも一応つけてますということでね。次にマフラーですね。これマフラーは、カーカーです。カーカーのマフラーつけてます。その20年前も同じこれカーカー、もうスタイルがねもう20年前乗ってたやつと全く一緒にしてるんですよ。なんかやっぱり1年ぐらい乗って売っちゃったんで、すごい後悔したっていうかね、やっぱりそれを取り戻したいっていうことで、なんかこう同じようなスタイルにしちゃってますけど、これは納車の時にもう新品で購入してつけてます。ある意味これが一番カスタムの中でこれぐらいしかないんじゃないかな。大きいカスタムしてますというか、マフラー変えてますっていうね、カーカーのマフラーに変えてます。これフィッシュテールがねやっぱりこのヘリテージにはよく似合うかなっていう感じなんで、カーカーのフィッシュテールをつけてます。あとはこの下リアだけねフェンダーフラップ、前のなんかフェンダーフラップっていうかありますよね、前もそれを頼んでたんですけど一向に入ってこずで、そのままなんかどっか行っちゃいました、話自体が。なので今後ろだけつけてます。これも20年前に見えるかな、見えないか、
20年前にもらったこれホグのね大阪チャプターって書いてますけど、今の大阪の店とはまた違って、その時は吹田にあったんですけど、はい、そこの、ディーラーで、購入したんで、その時にもらったやつ、こんなんも一応つけてます。これで全部かな。いじってるとこっていうのは大体そんな感じですね。あとはあれか、タイヤがホワイトレターというかホワイトリボンタイヤ、これももうこの間新品に前後とも交換しました。後ろはホワイトレター入ってないです。タイヤがすぐに入ってこないっていうのもあったんで、後ろはノーマルですけど、前は一応ホワイトレターでちょっとクラシック感をね出してますけど、大体こんな感じ。あとここにあれやね、メットホルダー一応つけてます。これ結構便利です。はい、それぐらいかなので、あとまあやるとしたら、今ちょっとやりたいなっていうのはやっぱりこれツインカム、言ってなかったですね。エンジンは 1580cc の TC96 のツインカム仕様のやつですね。インジェクションの、はい、なのでハーレー特有の3拍子みたいなのはならないですね。結構1000回転かもっとあるのかな。アイドリングで1000以上あるんで、あんまりドコドッドコドッドコドっていうね感じは出ないです。なのでやっぱりそこは20年前に乗ってたやつはキャブ車やったんでね、まだ2003年モデルか、2003年モデルでキャブ車に乗ってて、ドコドッドコドっていうね突き上げるような感じの乗り味があったんですけど、それがないんで、ちょっとインジェクションチューニングでアイドリングは下げたいなっていうところがあるんですけど、どうやってやるかっていうのを今ちょっとね、ディーラーさんでやってもらうのが一番安心なんでね、いいんですけど、結構12万ぐらいするのかなで高価だっていうのと、あと他のところでやるとやっぱり故障した時にっていうのを考えるとね、いろいろ迷っちゃってなかなか決めれてないんで、もしねいいアドバイスあればコメントいただければ嬉しいです。そんなところですかね。一応バイク紹介ということで今、いろいろね前から順番にカスタムしてるとことか見ていただきましたけど、どうだったですかね。あんまりいじってないんでね、そんなにうわすげえなっていうこともないと思うんですけど、本人的にはこれね気に入って乗ってるんで。ということで今回説明だったんで結構喋りましたけど、喋りがね僕下手なんでちゃんと伝わりましたでしょうか。という感じで、今回は一応自分の声で説明させていただきました。またね街中とかね、ツーリング先で見かけることあれば気軽に声をかけていただければ嬉しいです。で今ちょっとね YouTube で、やり始めたとこなんですけど、今50名ぐらいねチャンネル登録していただきましてありがとうございます。これからもっとね増えていくと嬉しいなと思いますんで、もしよければチャンネル登録お願いします。そしてねこの動画がもし良かったよっていうことであれば高評価、あとねコメントもいただけると嬉しいです。今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。